こんにちは。今回はコケプラクイックのヤドンに筆塗り塗装をしていきたいと思います。こちらは改造を終えてサーフェーサーを吹いた状態のヤドンになります。はじめにヤドンの体に塗装を行います。体の塗装に使用するのはクレオスの水性アクリル塗料ピンクになります。このピンクを筆に少量取り、少しずつ色を重ねていきます。ピンクは隠蔽力が低い塗料になりますので、何度も根気よく色を塗り重ねていきましょう。ピンク色2回目の塗装に入ります。色を塗る順番ですが、ヤドンの表側を塗装した後に裏側に色を塗る。表を塗っている時に裏側が良い感じに乾燥し、裏側を塗っている時に良い感じに表側が乾燥してくれるので、表裏順々に塗装を繰り返していきましょう。なんか乾燥が甘いなこれと感じたら数分間乾燥させた後に塗装を再開しましょう。あとは自分が納得のいく感じになるまで塗装を繰り返します。3回目の塗装です。少しずつ色がついてきましたね。そうそう。塗装の動画にいただくご質問の一つに塗料の希釈についてがあります。作業の様子をご覧いただければお分かりになると思いますが、私は塗料を希釈せず瓶からそのまま塗料を取り、模型に塗装をいっています。いろいろ試した結果この方法が一番楽で早く仕上がるんですよ。あまり参考にならないと思いますが、よかったら試してみてください。さて、塗装も4回目に入りましたね。だいぶピンク色が濃くなってきたと感じます。4回目からは見た目があまり変わらなかったので、途中の作業をすっ飛ばして仕上げの塗装を行います。これまでに多分10から15回程度塗装を繰り返しました。最後の方は作業もマンネリになり、適当に塗装してしまったので仕上がりが悪くなりそうですね。これある程度色を塗れたら今行っているように塗膜を見て
色が薄いと感じる部分に追加で塗装をしていきます。ここまで来ると好みの問題ですね。はい、ピンクの塗装が終わりました。続いて黒色を塗っていきます。黒は口の中に塗装します。黒を塗ることで口の中に奥行き感が出て良い雰囲気。黒は隠蔽力が非常に高いので3回程度塗り重ねれば良い感じ。はい、黒の塗装が終わりました。続いて赤色の塗装を行います。使用した塗料はクレオスのサーモンピンクになります。この色をヤドンの下に塗装していきます。塗り重ねる回数は先ほどの黒と同じで3回程度でしょうか。なかなか隠蔽力が高いので少ない回数でしっかり発色してくれます。はい、赤色の塗装が終わりました。続いて白色の塗装を行います。まずはヤドンのくちばし部分に色を塗ります。次に塗る色が黄色なので黄色のために白で下地を作る感じですね。下地塗装はそこまでしっかり塗らなくても良いので適当なところで塗装を終えましょう。あとは目と爪と尻尾に白を塗っていきます。ここはコラックスホワイトではサイドが足りませんでした。ピンクの色味が強すぎてコラックスホワイトが暗く全く白色に見えません。コラックスホワイトの色が暗いので急遽アクリジョンベースカラーホワイトを塗り重ねます。いや本当に久しぶりにシタデルカラー以外の白を塗ったのですが目と尻尾を塗るだけでも相当なストレスを感じますね。本当に隠蔽力がない。ベタベタ塗料を厚塗りしても下地が透けるってどういうこと。やはり白は筆塗りするものではないですね。続いて黄色を塗装します。使用したのはクレオスのクリームイエロー。この色も選択を間違えてと思います。ちょっとキャンチョメみたいになってしまいました。この色はピンク同様隠蔽力が低いので何度も塗装を繰り返していきましょう。多分10回も塗装を繰り返せば綺麗な色になってくれると思います。最後の仕上げにヤドンの目を塗装します。この塗装にはガンダムマーカーを使用します。目のへこみに一点黒を入れます。これでヤドンの塗装作業は終了になります。それでは今回はここまで。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回以降もヤドンの作業動画を投稿していくのでチャンネル登録をして続きの動画をお待ちいただけると幸いです。ではさようなら。